はい、大ちゃんこんにちは。こんにちは。はい。ということで今日も山の中からスタートです。そうですね。ねえ、なんか9月ですけれど、はい、なんかムシムシしますね。蒸し暑いですね。なんか湿度が高い。でも気温自体はね結構ね低いんですけどね。そうですね。23、4度ぐらいですかね。まあ今年はこういう気候が続きますね。はい。ということで今日も山の中からスタートなんですけれど、はい。はい、今日は大ちゃんここで何をしていくんでしょうか。今日はフンボルトノッチのはい。抜刀方法で。フンボルトノッチ。はい。なんかフンボルトペンギンみたいなね、なんかフンボルトってね多分オランダの人かなんかでしょうけど、はい、はい。それの切り方。切り方ですね。はい。そうなんですね。どういった切り方になるんですか。いつもははい。こういう風にこう入れてるんですけど、はい。この斜めが逆でこうです。あ、下から逆けさみたいな感じで。そうそうそう。よりなんかその切り上げ。なんですかね。はい。木をこうするとどうしてもこの分無駄になるんで、はいはい、そうですね。この分を切るんでここが残るんで。あ、そういうことですか。ちょっとなんですかね。木の溶剤率を増やすというか。あ、そういうことですね。はい、へえ、そういう切り方があるんですね。はい、なんか切り上げる感じのやつね。そうそうどうですか。難しそうですか。難しいですね。あと斜面とかも、斜面ってどうしてもこっちが高くてこっちが低いんで、あ、そうですね。はいはいはい、そういうのもあるですね。そうですね。意気込みとしてはですね、はい。さっきちょっと練習したんですけど、ちょっと難しいですね。あ、ちょっと難しいですね。この斜めに上がっていくんで。そうですね。はいはい。まあ怪我だけはないように、はい。よろしくお願いいたします。わかりました。ではお願いします。はい。こんな感じです。そうですね。いやなんかやっぱ逆に
切ってる斜め切りがその逆じゃないですか。そうそうそう、切り上げる感じで。はい難しそうですね、これ。なんかそうそう、角度の。慣れてないんで難しいです。そうですよね。角度の決め方とかもね。うんまあ、その溶剤率を高めるっていう切り方。あ、そうそうです。へえ。はい。もったいない精神ってことですかね。もったいない精神です。あんまりそうですそこまで変わらないと思うんですけど。まあ、ちょこっとですもんね、だって言うてね。はい。うんこれ三角の部分、斜め切りの部分。そうですね。はい。まあ、以前、オープンフェイスノッチ、あ、はいはい。はい、とかやったじゃないですか。はい北欧式の。めっちゃバーンって切るやつ。ああ、こうですね。ガーってですね。はいまあ、あれよりはだいぶ何十センチかそうそうそう。ですね。あれに比べたら。あれだいぶすごかったですもんね。あれはだいぶ食いますね。はい。はい。だからあとレールカットとかも結構ね。ヘルカットですね。まああれはまた特殊な切り方ですけど。そうそうそはい。もうこれは確かにね、なんか有効活用できそうですね。う。はい。こういう切り株ってなかなか、まあ確かにあんま見ないですよね。なんか。日本はあんまないですね。うん。大ちゃん的にどうでした？実際切ってみて。やっぱ難しい。そうですね。エゴ線合わせるの難しいです。やっぱ、どうしてもね、人間の目が上についてますからね、斜め上からだったらやりやすいですけど、そうそう。斜め下からって。なんか業務に活かせそうですか、これ。そうですね。こういう斜面の時は。確かにですね。あでもまあ、数切らんと思って。そうですね。なかなかやっぱこっちの上からの方がやりやすいですね。まあそうですね。はい。まあこういう切り方も習得しておくと、もっとこう斜面が急なところとかだったら、もしかしたらですね、そうですね。はいはい。役に立つかもしれないですね。うんうん、いやー、大ちゃんありがとうございます。いえ、ありがとうございました。はい、今回は、フンボルトノッチはい。で切ったんですけど、また、違う方法の切り方があったらまた、挑戦しようと思います。そうですね。はい。まあ世の中いろいろあるみたいですから。そうそうそう。たださすがにもう出てこないですね、なかなかね。その実際の動画とか。そうですね、なかなかないちょっと文章だけなんで合ってるのか分かんないっていうのがあって。まあいろいろ挑戦していきましょう。はい。はい。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。木こりの大ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。